皆さんこんにちは。令和の甘え掃除こと東雲玲也です。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はまたちょっとおしゃれな場所にいますが。そうなんですよ。ここはどこですか？はい、実は今回有名アダルトビデオ監督サモアリさんのスタジオにお邪魔させていただいております。サモアリさんよろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。サモアリです。ちょっと簡単になんか初めてサモアリさんのことを知る方は、なんかこの外見だけ見て、なんか怖い人が出てきたなって思うかもしれないんですけど。そうですよね。はい。首からちょっとすごいのが漏れ出してるんですね。なんですかね。普通に監督なんですけどね。レイヤ君とサモアリさん、そもそもどういうつながりで今回に至ったのか。そうですね。もともとで言うと今日お会いするの2回目で、2回目だった。2回目だね。裏垢で呼ばれるツイッターの界隈があるんですけど、そこの界隈のイベントで本当にもう挨拶程度、サモアリさんいらっしゃると思ってイベントの時に本当に挨拶だけさせていただいたっていうところなんですけど、ツイッターはお互いに相互フォローでさせていただいていて、なんか僕ももともとエゴクラ君もそうですけど、裏垢強いんですよ。はいはいはい。もともと俺ハプバーティーンなんですよ。ハプバーティーンでやってたんですか？だいぶ前ですけど、はいはい今の裏垢のメインの強い人たちってもともとハプバー勢が多いんですよ。はいはいはい。なんなら自分が作品を作るときに裏垢の女の子にめがけて作ってたんで、そうなんですね。なんでそれもあって裏垢系の人とはいまだにつながりある人かなって感じです。じゃあハプバーティーンやられていて、はい、その後が監督なんですか？なんかね時系列めっちゃあってもともとフランス行ってたでしょ、はい、フランスから帰ってきて、なんかしかもそれもなんかファッションカメラマンだったんですよ、もともと。で、なんか向こうって結構ヌードっぽいのとかが、エロスみたいな感じもあったんですよ。ファッションとエロスが結構近かったんですよ。で、エロいだけ撮りたいな俺って言ってたら日本帰ったらいいじゃんって言われて、当時のルームシェアとかにメートルで、日本は生産業のトップでしょって言われて、確かにって言って日本帰ってきて、で、なんかいろんなところで働いたんですよ。ハプバーもそうだし、アダルトショップとか、ちょっと2丁目とか、それが当時付き合った彼女にバレちゃったんですよ。10年ぐらい付き合った彼女。で、なんかショックで紐になったんですよ。ハプバーで知り合った女の人と紐になって、しかもちょっと月額50万制の紐でしたからね。じゃあ結構毎月30日50万手渡しされるっていう生活を3年間して、10時ぐらいから18時ぐらいまで開くんですよ。この時間がいわゆるみんなが働いてる時間。そうこの空き時間はなんか遊びたいじゃないですか。で許可を得て、なんかレーサーになったんですよね、バイクの。すごい時間の使い方聞いて。そうバイクのレーサーになって、でなんか全国中のレースに出てたんですよ。それは普通にオフロードとかじゃなくてモトクロスですね。モトクロスのレースやってて、レーサーやって、その時にそのご主人との仲がちょっと悪い時期ってあるじゃないですか。この職業不安定だなってちょっと思い出して、この職業って紐という職業がちょっと不安定だな、クライアントをちょっと機嫌下げるだけで1対1ですね。1対1なんで、これはまずいなと。で結局レーサーやってたんですけど、気づいたら写真とか動画とか撮れるから記録係に回ってたんですよ。気づいたらそりゃそうですよね。子供の時からやってるからみんな勝てないんで、これはダメだと思ってちゃんとした職業に就こうと思ったのが AV 監督です。なんかちょっとちゃんと下まで届かなかったみたいなところですけど、でも AV 監督もねちゃんとしたお仕事ではあるので。いやクソみたいな職業でしょうよ。そうですね。いやわかんない。俺は好きなんですけど、今37なんですけど、30の時に業界入りましたね。もう今だって作ったらボーンって売れてサモアリブランドみたいなのも確立されてるじゃないですか。作品をただサモアリさんの作品だって知らなくて見てもやっぱサモアリさんって分かるんですよね、自分たちは。ぶっちゃけ言って狙いましたね、こうなりたいと思って。そうなんですね。というかやっぱ今後多分もうなんかあんま硬い話で申し訳ないですけど、なかなか作ってる側になんか価値を見出される時代じゃないですか。この人が作ってるから買うみたいな時代になってきちゃってるじゃないですか。30でメーカー入って31で監督になって、そこからメーカーの監督やってたんですよ。で3年ぐらいやって独立。本当は俺フリーになった瞬間にドイツ行こうと思ってたんですよ。ドイツで監督したいんですよ。それは今でも変わってないんですよ。ヨーロッパでやりたいんですよ、仕事をずっと。で独立する日が決まりました。ドキドキってしたら3月にコロナになっちゃったんですよ。流行ったじゃないですか。うおと思って、ちょうどもう来た時期ですね。ちょうどしかもなんか3月2月ぐらいはもうドイツ行く気満々で、ドイツのなんかメーカーじゃないですけど、もう話したりとかしてて、うわやっばと思って
でだから日本でやる気なかったんですよ、だからそんなにめちゃくちゃ当時もフォロワーとかも気にしなかったです、まあね、向こうに行くから向こう用にツイッターとか強くしとこうぐらいなレベルで考えてて、まあ日本でじゃあ一番になってからヨーロッパ行くピーと思って、まあ日本で一番知名度のある映画監督になろうと思って、じゃあ現役でちゃんと SNS 強い監督いないなと思って、じゃあちょっと SNS 強い監督になろうかなと思って本気出して SNS やりだしたんですよ、でいろいろ研究して、今みたいな感じの作風が多分今後売れるんじゃないかなって感じで思って、ああいうふうにやりだしたって感じですかね。おー、なるほど。じゃあもう本当に SNS で、バズるっていうのも狙いつつ、どういう作品を作るかも結構狙い撃ちで、ここの層がいいんじゃないかみたいなのは。そうですね、もう完全に狙い撃ちましたね。まあもう確実に女性受けがいいなと思ったんで、まあ、僕は別に女性も取らないんですけど、多分僕シルクラブさんが女性向きって言ってるんですけど、俺の方が絶対女性向きでしょと思ってるぐらい、多分僕の方が女性向きうまいんじゃないかなって。いや確かに。でもさっきちらっとお伺いしたら女性の方の視聴者数も半分くらいいらっしゃるみたいな話だったので、なんだろうな、シルクラボがこう最初の方のこうアダルトビデオを見慣れてない層に対してのアプローチをしてるって考えると、割とこの次の層、シルクラボを超えてまだ物足りないってなった時に、なんかサモアリさんの作品とかってすごくいいんじゃないかなって自分は見てる側としてはちょっと思いますけど、このビジュアルのやつがね、作ってるもんなんで、もうハードコアなイメージしかないそうですね、その前提がなかったんですけど、基本的にそのサモアリさんの作品っていうのは男性がすごく責められる、どっちかっていうと地上寄りの人とかがこうブワーッと男に襲いかかっていくような作品を、なんだろうな、結構そのAVしてる作品の撮り方っていうよりは、なんかドラマとか映画に近いようなカメラワークとか使うのかなって思ってるんですけど、なんかイメージ的には初めて男の人を責めるみたいな感じ、が理想かなっていう感じですかね。あとなんか女の子も結構可愛く撮りたいんで、なんか男のためのものだったじゃないですか、ってもう脱げばいいみたいな、脱いでやればいいみたいな、でもなんか僕は逆に女の人が可愛いな、私もこういうふうなのやりたいなって思えるような感じの映像にしたいなっていうのがあって、サマリさんの性癖とのマッチ度でいうとどうなんですか？もうゴリゴリマッチしてる。じゃあもう自分がやりたいこと、撮りたいことと自分の性癖と需要がマッチしてたから、今すごくいい層にアプローチできてるんです。そうですね。っていうかまあ作る時になんか世の中のクリエイターをなんかザーザーって見てみたんですよ、その時にやっぱ自分の好きなものをやって売れてる人が一番長生きしてるなと思って。なるほど。本人もストレスないし、楽しく仕事できるじゃないですか。自分が好きなことで売れちゃった方がいろいろ長い目見た時にいいなと思って、まあそうですね。それで今のジャンルにしました。本当はね悩んでたんですよ。例えばさっきも脅迫スイートルームってね話出たんですけど、あるんですよ。脅迫スイートルームってちょっとなんか男の人が憧れる系の映画あるじゃないですか。名作がある。そう、名作なんですよ。で別に俺も好きなんですよ、今までたまに見るんですけど、監督と両監督どっちかっこいいかって言ったらやっぱり両監督になりたくないですか？やっぱり監督、そうですね、映像を扱ってる側からすると、私それはもちろんバチボコの方がかっこいいんですけど、でもバチボコって今後どんどんやりづらくなっていくんじゃないかと思ったんですよ。その規制とかいろいろ。規制とかもあるし、やっぱライバル多いなと思って。バチボコにはライバルがいっぱいいると、でしかも現役で今売れてる監督とかもいっぱいいたんですよ、ここに勝負挑むのよくなくないと思って、当時監督なんてそんな枠ないから、そうですね、監督空いてると思ったんですよ。で監督は一見アホ臭いが、ものがすごい上手やったら、要するにものも取れるじゃないですか。そうですね。ものも取れるし、フェチものも取れるじゃないですか。フェチものも取れるし、ドラマも取れるなと思って。だってで見て地上プレイには絶対欠かさないプレイじゃないですか。ここめっちゃうまい監督って思われたら広がりがめっちゃある。一見ダサいけど名前は。まあそっから結構頑張ったんですけどね。まず要するに両最初撮ってたんですけど。お前売れないからやめろまで言われたんですよ、その当時の社長に、でやべえなと思ってその選択が2社選択が出たんですよ、で監督かと思って監督ねと思って、まあでも確かにハブバー自体に、当時はめっちゃエキセントリックですごかったんですよ。もう店員がハプニングさせなきゃいけない。もっとこう、そう、もう能動的にみんなが動いてる。能動的に動いてて、もうなんならノルマ制だよ。そうなんですね。何人ハプニングさせたみたいな。まあ
それぐらいやっぱハプニングさせるやつ偉いね、どうしようかなと思ったらやっぱ3枚目キャラみたいな、ちょっとなんか一番話しやすいキャラになるからいいんじゃないかなと思って、でもねさせてみたいなキャラになってたんですよあそこのお兄さんとさせてみたいなことを言うタイプになってたんですよ。まあ結構でもそれももちろん失敗してて、なかなかうまくいかないなと思った時になんかさせてよって言ったらいやーって触られたりしてたんですよ。あれとハードル低くないですよねって思ったんですよ。ハブバーに置いてね、あこれでいこうと思って、すみませんちょっと待っていいですかって女の子言ったらってお願いしますどうしてもって言ったらいいですよって触ってもらって、こっちの左手空いてますよね、あのお兄さんもいいですみたいな3人でそっから仲良くなって、ちょっとお姉さんがすごすぎてどうしてもって言ってたら、最初のキャッチが入りが良くて、なんかいろいろハプニング起こせてたんですよ。もうこれめっちゃいい武器手に入れたなってこれだと思ってたんです当時ね。それでとある日に結構綺麗な人がいて初めて来るお客さんで、この人もちょっと俺も虜にしてやろうぐらいの気持ちで声かけたんですよ。っつったら、そしたら見られて、なんかその感度良くなさそうだからつまんなさそうだから嫌だってそんなことないですよって。じゃあ安全面させてくれたら触ってあげるって言われた。安全ピン冗談だと思うじゃないですか。全然いいですよって言ったら、まあ今その時を聞けばここの女王様で当時のママと仲良かったらしいんですよ。そうなんだ。でママが「ママ」って言って歩いて出してって言ったらなんか羽がいじめされて安全面さっきにされたんですよ。これ立ってですか？に対して横に刺されたんですよ。去り際にこれで感動になったねって言って去ってたんですよ。俺は痛くて意識がもろの中暗闇に消えてたんですよ。あの時の女王様はどこ行ったんだろうと思ってるんですけど、それでもの取るにいい理由だなこれと。エピソードと面白いです。確かに人はあまりへのエピソードを持ってないです。そうないじゃないですか。これならいけると思って、それでたまたま1本取ったんですよ。そしたらそれが大ホームラン打ってたんですよ。もう売れたと思って。その攻めをすごくこう特化して黒柳葵ちゃんって怒ります。あの子で初めて撮ったなんか今日はこれから君の出してくれっていうなんかシリーズがあったんですよ。そんで一発目だったんですけど、それがマジで大ホームラン打ったんですよ。いいですねと思ってて、そしたら社長が「ものといえば3割だ」って枠になるって。でも両監督のかっこよくないですかって言ったら、売れてない両監督と売れてる監督どっちかっこいいですかって言われて売れてる方ですだろっつって指導がまずやれって言って社長に「お前ものやるんやったら絶対外すなよ」って言われて、何しよっかなと思って、当時その SNS とかやってる人がいなかったんで、ここやるかと思ってやりだしたんですよね。そんなすぐバズるわけないじゃないですか。でこれそんな簡単にバズる世の中甘くないと。でとりあえず裏垢を10個作ったんですよ自分で。でネカマのふりして女のアカウントを作ったんですよ。それはが大好きな3割ファンの女の子って設定で、その子が3割さんの作品見て私も大好きになりました、今日はこういうしてますみたいなツイートしまくってたんですよ。でその女の子が裏垢で1万人いるって今はあれだけど当時は結構すごかったんですよ。そうですね。5年ぐらい前は1個の基準にはなりますよね。でとりあえずアルファになったんですよ、23ヶ月でそのアルファになると同時にサモアルって誰だみたいな感じで、てか僕が9個やってるからねうちの9個僕やってるんで9個自作自演で自分でサモアル最高、サモアル天才ってやり続けてでそしたらやっぱ他の人が入ってくるんですよ。それはこの可愛い女の子です。女の子に釣られてサモアリさんまで到達すると。といえばサモアリみたいな感じになりどんどんゆっくりになっていって、でなんかツイートみたいなやつをなんか言ったんですよ。の触り方9歳みたいな。今はもうだいぶそれはもう全然2年3年前のことになりますけど、なんかそれをツイートしたらそれがドカーン大バズりして、もうサモアリみたいな感じになって、ほんで満を期してそのヨーロッパ行こうって思ってたらコロナになって行けなくなって。と思って、じゃあとりあえず片手に日本一になるかと思ってで今もしこの中で映画監督になりたいよって人がいた場合にいい変でしょ絶対。なんかサモアリさんなりの考え方とノウハウは伝わったと思うんですけど、再現性自体はちょっと微妙だなって思いながら。いやでもすっごい分かりやすく言うと、要するに自分の掘れそうな穴を見つけろと。そうですよね。見つけてそれを掘り倒すってことですよ。でそれだけじゃないですか。できればなんか業界って業界いると思うけど、なんかちょっとオタクっぽい人多いじゃないですか。
おしゃれな若い女の子とかが作りたいっていう風になってほしいんですよ。ああ、いいですね。自分的には。やっぱそれが一番揉めない、女の子同士だし揉めない。できれば女性がたくさん業界に入ってきてくれて、で女性が作れる環境をなんか提示していきたいと思ったんで、これをおしゃれっていうかどうかは知らないですけど、ちょっとおしゃれな感じに異様っていうのはかもしれないですけど、スタジオなんですけど、ちょっとこじゃれた感じにはしてる。今日すごいおしゃれなんですよ。見えてない部分も含めてめちゃめちゃおしゃれですね。だから自分とこのチームは結構みんなほぼ女なんで。あ、そうなんですね。そうアシスタント何人かいますけど全員女で、女性でやってますね。サマルさんといえばチュってじゃないですか。で東雲レイヤーの生還隊がチュとこなんですよ。で今のところ撮ったことないんですよね、これまで東雲レイヤーを作品で。もし東雲レイヤー使ってチュを撮るとしたら、なんか軽くどんなプロットにしようみたいな。別に普通でいいんじゃないですか。男前の地球、男前なのに感じるなんてダメじゃんみたいな感じのノリにするんじゃないですか。それから最初は感じない定義して、男前がモテてるからそんなのしなくてもいいんだよねみたいな感じのキャラにして、やるならそうしようかなと思ってました。だからやっぱ女性がうまくて乳首好きだったら、なんかやっぱイケメン嫌いなんですよ。俺やっぱイケメンが好きで見てる YouTube チャンネルにイケメンダメですよねって言うなんてもう頭おかしい。分かってるんだけど。道場破りみたいな。いや分かるんですよ。イケメンにはイケメンの苦労があるの。やっぱ絶対体も鍛えてるし、食べ物も多分きっと気にしてるであろう。そこもまず一個悔しいし、イケメンなのに情けなく撮りたいなと思います。多分それが多分しこいんじゃないかなと思います。あんまイケメンキャラで俺のなんだけどらへんで言われて困るでしょ。全員が。確かに。でもエロメンって今誰がいるんですか。今全部10人とかですね。ちなみに林くんってエロメンに入ってる。エロメンです。あ、そうなんだ。歌やんからね。俺が言うのはあれだけど。林くんなんてだってただのアナログの豚でしょ。今すごくダイエットしてるみたいですね。なんかしてるよ。いろんな人から言われて。いや昨日も見て会ってたんだけど。めっちゃ太ったなこいつと思って。最近ちょっとあれですね。エロメンなのかなと思って。でもなんかエロメンってキャラじゃないよね。あ、そうですか。なんか普通の男優のが人気出そうな感じするけど、なんか分かれてますよね。多分思ってる以上になんかエロシルクラボ男優さんと AV 男優ちょっと職業違いますよね。いや本当にもうなんか小梅ちゃんとかも、まあどっちも出てるタイプですけど、やっぱ野球とサッカーくらい違うって表現をしてて。ああ、まあその表現はちょっと全然間違ってますけどね。本当ですか。バカじゃないですか。まあ小梅ちゃんはちょっとバカですけど。小梅ちゃんなんてめっちゃバカですよ。野球とサッカーぐらい違うことはないよ。逆にどうですか。違いますか。その違うというかどっちがやりやすいですか。仕事として。だからシルクラボ単位だと、ちょっと言い方すぐ言っちゃうとちょっとチヤホヤされるじゃないですか。要するに男優さんも女優さんももちろん演者じゃないですか。本当はそれでいいと思うんですけど、なんか表の方行くとなぜか女優さんが演者で、なんか男優さんはもうカメラ機材以外に思われてるっていう。そうですね。引き立て役くらい。なんか別にあれ俺めっちゃ不思議なんですよ。だからうちはそういうのやめてあげてって言うんですけど。2人やってるし、2人とも主人役なんじゃないかと思ってたんで、だからどうなんかなと思って、やっぱそっちやってて、そっち行った時に、うわ、女性向けのがやっぱチヤホヤってとこしてくれるからいいなとかあるんだなっていう。ああ、でもなんかバスタオル持ってった方がいいのかなとか、なんかバスローブって持参するものなのかな。バスローブって面白い。なんか水もなんか持参していくものなのか、なんか現場でもらえるのかとかも全然わかんない状況で始まって、で実際初めて行った現場でもなんか思ってたほどではなかったですけど、やっぱりそのシルクラボに出てるのとは扱いが全然違うなとか、思ったんですけど、でもなんかもともと自分体育会系出身なので、もう日体大でゴリゴリのアスリートだったタイプなので、全然なんかそれでもうこのなんか男性向けの現場行きたくないなとかっていう感覚ではなくて、なんかこれもあってそれもあってどっちでも活躍できたらもっと面白いなっていう感覚が一番近かったかな。林とかね、小梅ちゃんとか向井君とかもしっかりもう表のが強いみたいな感じになってるよね。確かに。じゃあなのでぜひ使ってください。わかりました。じゃあキンキンでスケジュール渡しますよ。はい、じゃあちょうどね今ねじゃあ後で連絡させますね。よろしくお願いします。今早速さまわりさんからお仕事いただきました。ありがとうございます。ということでさまわりさんもさっきおっしゃってた通りで、業界は皆様女性のファンにを
心からお待ちしておりますので、ぜひAV 業界に興味持った方は連絡してみていただければなと思いますし、シルクラボの入門編としてあり、さまわりさんの作品が女性にも今すごく評価を受けているということなので、さまわりさんの作品もぜひチェックしていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。さまわりさんから何かありますか？はい、ぜひよろしくお願いします。はい、彼が一流大になるのを見守りましょう、みんなで。皆さんよろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。